今回はセガサターン版ストリートファイターコレクションを解説&比較します。スーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X、ストリートファイター02ダッシュの3本が楽しめるソフト。そんなストリートファイターコレクションの出来はいいところ悪いところロード比較グラフィック&サウンド比較の順番。動画スタート。セガサターン版ストリートファイターコレクション発売は1997年9月18日に発売された。このコレクションはスーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X、ストリートファイター02ダッシュの3本が楽しめる。それまでスーパーストリートファイター 2X は移植されていたが、スーパーストリートファイター 2X は 3DO でしか大人の理由で他のハードに移植されていなかったので、セガサターンに移植され、スーパーストリートファイター 2X が家庭でも気軽にプレイできるようになった。ストリートファイター02ダッシュは以前発売されたストリートファイター02にいろいろ要素を追加したアッパーバージョンとしてストリートファイター02ダッシュとして収録されている。そんなストリートファイターコレクションの出来はいかに。いいところからいきましょう。セガサターン版ストリートファイターコレクションいいところ1個目、スーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X、ストリートファイター02ダッシュの3本ともに再現度が高く良好な移植作品になっている。移植度が高いのはいいことだ。このストリートファイターコレクションが出るまでスーパーストリートファイター 2X の移植は 3DO でしか出てなく、プレイするためのハードルが高かった。根強い人気があったため、ストリートファイター03が稼働していてもアーケードではプレイできたが家庭ではプレイできるようになったのは当時は嬉しかった。3個目、スーパーストリートファイター 2X から初登場した隠しボスゴーキがプレイキャラとして使用可能。隠しコマンドを得れるのが面倒だが圧倒的な性能のゴーキが使用可能。4個目、スーパーストリートファイター 2X では隠しコマンドを得れることによりスーパーストリートファイター2の性能のキャラクターが使用可能なので、ハイパーストリートファイター2のように性能違いのキャラの戦いが楽しめた。5個目、スーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X ともに調整が入ってなく、良いところも悪いところもそのまんまのベタ移植。ちなみにプレイステーション版は少し調整が入っている。6個目、スーパーストリートファイター 2X では本来コマンドを得れないと使えないゴーキだが、レベル4以上でクリアすることにより竜にカーソルを合わせて L と R だけでゴーキが使えるようになる。これはゴーキを使うのにかなり楽になった。7個目、ストリートファイター02ダッシュではサバイバルモードで隠しコマンドを得れることによってオリコンが無限に使えたり連打モードになったりサバイバルモードで遊べるモードが増える。8個目、ストリートファイター02ダッシュでは追加キャラとして人気のキャラキャミーが使える。使用条件はかなり独特の条件だがキャミーが使える。9個目、セガサターン版のストリートファイター02ダッシュではトレーニングモードがある。プレイステーション版ではトレーニングモードがないので、ここはセガサターン版の方が優れている。逆になんでプレイステーション版はトレーニングモードがないの？ 10 個目、そしてストリートファイター02ダッシュではストリートファイター02ではなかった後期モードが遊べる。いつでも誰でもクソ強いチートキャラの新ゴーキといつでも気兼ねなく戦える。何のための誰のためのモードなのかは謎。11個目、ストリートファイター02ダッシュではプレイステーション版よりもセガサターン版の方が再現度が高く移植度が高い。演出やモーションの再現度などいろいろとセガサターン版の方が移植度が高い出来になっている。やはり 2D 格闘ゲームはセガサターンやで。12個目、コントローラーはやっぱりプレイステーションのコントローラーよりもセガサターンのパッドの方がストリートファイターと相性がいい。セガサターンは6ボタンなので攻撃の使い分けが楽にできる。プレイステーションは4つボタンなので LR を使わないといけないのが難しい。セガサターンのコントローラーは 2D 格闘ゲームには優秀。13個目、セガサターン版も BGM が CD データで収録されているので CD デッキに入れると BGM をサントラのように聴ける。ゲーム以外にもサントラとして優秀なソフト。14個目、プレイステーション版よりもセガサターン版の方が約1ヶ月早い発売だった。無印のスト02はプレイステーション版の方が早かったから逆になった。
セガサターンユーザーは歓喜した。だってスーパーストリートファイター 2X が家で楽しめるようになったんだぜ。セガサターン版ストリートファイターコレクション、残念なところ1個目、移植度が高いだけに残念だったのはスーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X で処理落ちが発生してスローになる。なんでだ、ストリートファイター02ダッシュでは処理落ちしないのになんで処理落ちするんだ、意味がわからんぞ。2個目、スーパーストリートファイター 2X で号機が使えるのだが新号機は使えない。せっかくだから新号機が使えたらよかったのに、あの圧倒的な性能の新号機が使いたかったのに残念。3個目、セガサターン版のスーパーストリートファイター2ではガイルのソニックブームをはじめとしたバグが存在する。プレイステーション版はバグは修正されている。それはそれで寂しいがバグも嫌だよ。さらにスーパーストリートファイター 2X だがセガサターン版よりもプレイステーション版は調整が入っておりコマンドが入りやすくなっている。アーケード版に近いのはセガサターン版なのだがプレイステーション版の方がコマンドが入りやすい。5個目、スーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X の画面比率が少し横長になっている。なのでアーケード版とは少し画面比率が違う。画面比率に関してはプレイステーション版の方がアーケードに近い。6個目、ストリートファイター02ダッシュではキャミーが使えるようになったのはいいが、そのキャミーを使う条件が困難なくせに VS モードしか使えないクソ仕様。おいおい待て待て、 VS モードしか使えないのはほんと意味ないじゃん。アーケードモードで使わせろよ。7個目、ストリートファイター02アルファではドラマチックモードがあるのにこのストリートファイター02ダッシュではドラマチックモードがない。楽しみだったのにドラマチックモードがない。だからアルファにしないでダッシュにしたんだな。マジで残念だった。ドラマチックモードがしたいよ。8個目、正直セガサターン版のストリートファイター02ダッシュは無印のストリートファイター02と比べてもキャミーぐらいしか追加要素なし。殺意の波動に目覚めた竜ももともとセガサターン版は使えたし、ほんとスーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X のおまけ的な感じだった。9個目、周辺機器がプレイステーションと比べるとセガサターンの選択肢が少ない。まともに使えるのはバーチャースティックとホリのファイティングスティックぐらい。初期のバーチャースティックはクソ立ち、他はアスキースティック、こちらもヘナヘナで微妙なスティック。10個目、プレイステーション版よりも手に入りにくい。出荷本数の影響でプレイステーション版が2000円ぐらいで手に入るがセガサターン版は倍の4000円ぐらいまで高騰している。マジでレトロゲームの高騰はやめてほしい。11個目、プレイステーション版と比べるとロードは速いがやはりロードが長い。プレイステーション版はプレイステーション2で処理速度高速に設定すればまだマシになるがセガサターン版はそんなことができないので長いロードと戦うことになる。ということでロード比較いきましょう。ロード比較、まずはスーパーストリートファイター 2X で比較します。セガサターン実機、プレイステーション実機、プレイステーション2、高速処理の3種類で比較します。ハードのスペックの違いでどこまで変わるか見てください。キャラクターを選択して画面が切り替わりだしたらカウンタースタートします。さあどのハードが速いのか見ていきましょう。カウンタースタートしました。セガサターン、プレイステーション、プレイステーション2、どのハードが速いか、ハードの性能差は出るのか。プレイステーション2、高速処理が速かった 12.60 秒。そしてセガサターン 16.63 秒。最後にプレイステーション 18.60 秒。プレイステーションが一番遅かった。一番速かったプレイステーション2、高速処理との差は 5.95 秒でした。約6秒。プレイステーション2、高速処理が速い。次は同じソフトでタイトル別でロード比較しましょう。スーパーストリートファイター2、スーパーストリートファイター 2X、ストリートファイター2ダッシュで比較。同じセガサターンでの違いは、シリーズによって演出が違うので今回はローディング画面になったらカウンタースタートします。カウンタースタート。さあ
タイトルによるロードの違いはどこまで出るのか、やはりリリース順で早いのか。おっと意外、ストリートファイター02ダッシュ 10.83 秒、続いてスーパーストリートファイター 2X11.70 秒、最後にスーパーストリートファイター 212.20 秒。一番速かったストリートファイター02ダッシュと一番遅かったスーパーストリートファイター2との差は 11.17 秒でした。思ったほど差が出なかったです。もしかしたらこの差だと場合によるとスーパーストリートファイターが速いこともあるかもよ。グラフィック&サウンド比較、まずはスーパーストリートファイター 2X で比較します。セガサターン版と比べるのはプレイステーション4版アニバーサリーコレクションと比較します。ハードの性能差によるグラフィックとサウンドの違いを見てください。友達のナッシュはサイボーグ、ガイドステージ見てください。プレイステーション4、セガサターン、ガイドステージの米軍の空軍のマークがプレイステーション版は変わってます。ギャラリーが多いステージはやはりセガサターン版処理落ちしてスローになってます。グラフィックはさすがプレイステーション4の方が綺麗に出力してますね。サウンドの方は音質が違います。皆さんはどっちが好きですか？今回はセガサターン版ストリートファイターコレクション、こちらの方を解説&比較しました。いやー、プレイステーション版よりね早く発売されたものの少しねバグとかあって不具合が起こるソフトであります。当時は工事的にはそこまでね気にならず遊んでいたソフト、スーパーストリートファイター 2X が家でできたのは良かったですね。今回の動画はここまでにしたいと思います。いろいろな動画も作っているのでそちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。バイチャン。